速報です。とんでもないニュースが入ってきました。つい5分ほど前に出た NHK の世論調査、最新の世論調査のその速報と、そのニュースの中に隠された岸田首相の企み、そして給付金の最新情報についてお伝えしたいというふうに思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、給付金に関しての情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付されたいという方、あるいは給付を確実に完了させたいというふうに思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたら、すぐに動画でお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録しておいていただくと、新しい情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。最新の世論調査速報の報告です。つい5分ほど前に NHK が最新の岸田内閣の世論調査というところについての報道をしましたと。なんと NHK の最新の報道によると、岸田内閣の支持率が上昇しているということです。NHK は割と偏りがない放送局なんじゃないかなというふうに思います。結構この民放はちょっと恣意的なところはもしかしたらあるんじゃないかというふうに言われていますので、あれなんですけども、ただこの NHK が出してきた最新の岸田内閣の世論調査、もう本当にこの5分前、7時きっかりに出たこの中で言うと、岸田内閣の支持率が 1% 上昇したというところですね。先月に比べて 1% 上昇したということですね。で、なんとこれ NHK に限ったことではないんですと。何のことか。岸田内閣の支持率の上昇についてです。で、ここに並んでいる報道各社は4月の末ぐらいからこの今日5月13日ですけども、この5月の中旬にかけて出た最新の各社の世論調査、岸田内閣の支持率についての数字です。一つずつお話しすると、朝日新聞 4% 上昇、毎日新聞 5% 上昇、日経新聞横ばい、JNN7% 上昇、共同通信 0.4% 上昇、そして最新のこの NHK は 1% 上昇ということで、なんと各社岸田内閣の支持率上昇を伝えているといったような状況です。先日の動画でこの JNN が 7% 支持率が上がったということで衝撃の報道があったということをご報告させていただきましたけれども、この今最新の NHK のこの速報、岸田内閣の支持率ということも上昇しているといったような状況ですね。で、その NHK に限らず、なんと各社横ばい、あるいは上昇、あるいは大幅に上昇といったような形になっています。一時は、ある世論調査の会社では 16% だと。岸田内閣の支持率が 16% だというふうに言われたこともあるので、そこからすると大幅に上昇しているということになります。この JNN に限っては 29.8%、つまり約 30% になりますので、先ほど言った 16% 台というところからすると、ほぼ倍増していると。岸田内閣の支持率が4月の末からあるいはこの5月の中旬にかけて大幅に上昇していると。岸田内閣の狙い、この衆議院解散へ準備が着々と進んでいるといったような状況です。そして6月決定か、何のことでしょうか。岸田内閣が狙っている、岸田首相が狙っている解散、衆議院解散の時期になります。6月決定か、岸田首相の狙い通り、特別定額給付金の2回目いつからということでお話しさせていただきたいと思います。特別定額給付金の2回目っていうのはもちろんあるかないかっていうのは分かっていないんですけれども、この岸田首相の解散の時期、あるいはその選挙の結果がどうなるかということによって、それが実施になるか、
あるいは実施されないことになってしまうのかということに対して大きい影響がありますと。で、今日のこの NHK の最新の岸田内閣の支持率、これによってもこの岸田首相の解散の時期というところに大きく影響してくると。あるいは解散するかどうかということに関しても、大きな影響がありますので、早速お話しさせていただきたいと思います。まず、この岸田首相が解散を行って、そしてこの給付金が実現していくという、まず A プランについてお話しさせていただきたいと思います。まず特別定額給付金というのはそもそも何かというところなんですけども、これはコロナ禍にあった全国民1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。2020年の5月なんで、もう4年ほど前になりますけれども、安倍内閣、安倍首相の下で、この1人10万円を全国民、全員に給付されたと。所得制限もなく全員に給付されたといったような給付金のことです。で、それの2回目って何ということなんですけども、これは今国民の実感としては、非常にこの国民生活が苦しいというものがあるというところです。コロナ禍のように苦しいので、ぜひ2回目やってくださいというような声があるということですね。ただ岸田首相はコロナ禍のような国難な事態でないとやらないというふうに言っているので、国民としては、やってくださいよ、2回目というふうな感情になっているということですね。国民の実感としては、コロナ禍と同じ、あるいはそれ以上に苦しいというものがあります。ただ、岸田首相はやらないと言っています。さあ、その岸田首相の意思を、乗り越えてですね、この給付といったような形で決定するようなシナリオについて今からお話しさせていただきたいと思います。まずは A プランですね。で、この特別定額給付金の1回目っていうのは、この国民の声を受けて実現したというものがあります。それは何かというと、一度1世帯30万円で閣議決定していたものの、国民の声を受けて公明党が自民党に提案し、閣議決定を組み替えて1人10万円で決定と。どういうことかというと、1回1世帯30万円っていうふうな案で閣議決定したんですけれども、国民の世論調査で、1人10万円給付やってくださいよという声をめちゃくちゃ上げたということですね。で、それを受けて公明党が自民党に提案をして、閣議決定、一度決めたものを組み替えて、1人10万円で決定したと。そういうような経緯があります。ただ、この時は自民党であるとか、自民党の中でも特に若手とかですね、あるいは公明党といったような与党の間で検討されたと。当然野党としても国民民主党とか、当然その国民の世論調査というものもありましたけれども、結局は自民党と公明党で協議して決まるという形になりましたので、当然この与党の中で協議されるっていうところがやっぱりポイントになってきますと。今10万円給付を政策にしている政党はあるんでしょうかということで言うと、ありますと。国民民主党がインフレ手当として10万円給付というものを政策の軸にしています。あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回、1年で4回、合計1人40万円を給付するというふうなことを政策の柱にしています。その財源もありますというふうに言っています。ただ、先ほどから言っているように、与党で協議されたのがこの1回目であるのに対して、もし2回目を協議するのであっても、10万円給付というものを政策にしている政党が、国民民主党とかれいわ新選組といったような形で、野党にとどまるということですね。与党の間では協議されてないので、なかなか実現が難しいんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、それを大逆転してですね、給付ということになるシナリオというものについてお話しさせていただきたいと思います。まず国民の声ということで、国民の実感としては、とにかくコロナ禍よりも苦しいというものがあります。それはコロナ禍っていうのは、旅行業に関するようなお仕事、あるいは外食に関するようなお仕事、あるいは交通に関するようなお仕事、そういった業種は非常に苦しい。当然外出制限がありましたので、そういった苦しいところはあったと思います。自粛してくださいということがあったように、なかなかそういった業種に関する人は苦しいものがありました。ただ、我々一般的な国民に関しては、コロナ禍よりも今の方が苦しいですよと。それは何かというと、物価が上がっているのに給料は上がっていないということに他なりませんと。スーパーに行けば2割3割高いっていうのは当たり前ですよね。物によっては5割高かったりすると。そういった形で物価が急激に上がっているといった状態であるにもかかわらず、給料が上がっていないと
いうことですね。いやいや、ベア 5% とか新聞に踊ってるじゃないですかと。そういう文字が。いやいや、ただそれは大手の企業に限ったことですと。大手の例えば車のメーカーがベア 5% といったような形で、円安もありますので、好調で5% 上がっているということはもしかしたらあるかもしれません。ただ、我々一般的な国民の大半が勤める中小企業においては、ほとんど給料が上がっていないという実感がありますというところですね。で、あるのに、物価が上がっていると。物価が上がっているのに給料は上がっていないということで、めちゃくちゃ低い支持率になっているということですね。さあ、こういった国民の声を無視し続けるということが岸田首相はできるんでしょうかということですけれども、答えで言うと、無視はし続けられないということになります。というのも、岸田首相が首相で居続けるためには、衆議院の解散が必要になってきます。なんでかというと、今年の9月に自民党総裁選があります。自民党総裁選があるんですけれども、その1年後に衆議院の任期が来ます。つまり来年の10月までには必ず衆議院が解散されて選挙になりますので、そこを迎えるまでに、この岸田首相が自民党総裁で、このまま9月の選挙で再選させてしまったとすると、そのまま岸田首相を自民党の顔として選挙を迎えるということになるので、当然自民党の議員としては、岸田首相を変えたいと、変えた方がいいというふうに思うに違いありませんと。そこで岸田首相としてはこの9月の自民党総裁選をこのまま迎えたんでは、おそらく落選してしまうと。落選間違いなしなので、そこまでに衆議院の解散を行って、議席を大きく減らすかもしれないけれども、なんとか過半数を確保して、そしてこの過半数確保したので、国民の信を得ましたよということで自民党総裁選にもう一度受からしてもらうと。そして首相で居続けるというところを狙っていますということですね。さあ、岸田首相がこの衆議院解散をただ行えばいいというわけではなくて、自民党の支持率を少しでも上げて解散をしていくということが必要になっていますというところですね。さあ、岸田首相はどのタイミングでの解散を狙っているんでしょうかということですね。この9月までには選挙を行わなければならない。さあ、どのタイミングが一番いいんでしょうかというところですね。それはおそらく6月じゃないかということが言われています。この6月までの通常国会の中で政治資金規正法の改正を行うと岸田首相は断言しています。この裏金問題でこの支持率が低くなったと。その裏金問題に対応した政治資金規正法の改正を行うというふうに岸田首相は言っています。それを6月までにやると。そしてその6月に減税もスタートします。昨年の年末に決まった総合経済対策案の中で、1人4万円の減税をしますということを言っています。1人4万円というと、この10万円に比べると少し弱いような気もするんですけれども、例えば1世帯で言うと、お父様、お母様、あと子供が2人いるというような、そういったモデルの家庭ではですね、もし奥様が働いてらっしゃる場合は、旦那さんと奥さんと子供2人合わせて合計1世帯14万円の減税になります。減税というのは給付と同じような形の還元になるので、つまりその14万円各世帯に配るというような形になるので、のと同じだけの還元になるので、この10万円に迫るような国民の還元ということが実現する可能性もありますということです。そこで支持率を上げて解散していくというところをおそらく岸田首相は狙っているんじゃないかということが言われています。さあ、衆議院解散はいつかということで、野党の議員が探りを入れてますと。国会の中で、れいわ新選組の山本代表、岸田首相、いつ辞めるんですかと。あるいは、いつ解散しますか、また、いつ解散しますかということで、質疑の中で何回か聞いています。合計3回、岸田首相に聞いたんですけれども、岸田首相としては、今は考えていないというふうに答えています。なるほどと。さらに、立憲民主党の辻元議員、総理、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかという質問をしたときは、全く考えていないというふうに答えています。ちょっとニュアンスが違うの分かりますでしょうか。いつ解散しますか、今は考えてないと。なるほどと。
4月解散するんじゃないですか。全く考えてないよと。なるほどと。今は考えていないわけじゃないけれど、全く考えてないわけじゃないと。ただ4月は全く考えてないよということで、じゃあそうなるとこの9月までのタイミングで言うと6月かというところが見えてくるという形になってますね。で、岸田内閣の最新の支持率ということで言うと、この5月のゴールデンウィークに JNN が調査したところによると、なんと 29.8% ということで、前回に比べて 7% も上昇しているという形になってきました。さあ、岸田首相、解散を諦めていません。首相で居続けることも諦めていませんというところですね。で、なぜ岸田首相はこんなに解散で、なんとかいけると思っているのかというところなんですけども、この特別定額給付金の1回目、この時は実は、コロナ禍にあってかなり苦しいということもありました。なかなか国民の生活が苦しいので、なかなか政権運営も難しかったということがあります。例の安倍内閣、あれだけ長く続いて国民の支持もあった安倍内閣ですら、実はこの特別定額給付金の給付を行う前の月、4月の支持率は、だいたい 20% ぐらいでした。ここに細かくありますけど、2020年の4月は 23% の支持率でした。そして、この給付を行った5月ということになりますと、38% という形で急激に回復していると。20% が約 40% になったという形で、だいたい2倍に倍増していったということがあるので、岸田首相もそこを狙ってますと。国民へのこの給付、あるいはこの減税4万円、つまり還元ということで、なんとか支持率をそこでぐっと上げて解散をしていくということを目論んでいます。実際に先ほどお伝えしたように、今支持率が着々と回復していると、少しずつ上昇しているということもあります。さらには6月から、今5月ですけども、6月から減税がスタートということで、もしかしたら大きく上昇、あるいは 30%、40% といったようなところまで支持率が回復する可能性すらあるといったような状況です。そこをとにかく岸田首相は狙っていると。6月決定か、岸田首相の狙い通りということですね。ただし、国民は怒ってますと。今回ばかりは、この国民生活が苦しいということに加えて、この裏金の対策が後手になったということで、本当にふざけるなということで国民は怒ってますと。もし衆議院解散をすれば自民党大敗、過半数割れというようなことも考えられます。そうなった場合、自民党、公明党だけでは、政権過半数を、超えるということができなくて、新たな3党以上の連立政権といったような形になる可能性もありますと。そうなると、自民党と近い政党でいうと、例えば立憲民主党とか維新とか、そういったところが一緒になるってことは、到底考えられないので、この一番近そうな国民民主党が、政権入りするという可能性は考えられますと。国民民主党は、与党入りするかっていうことが協議されたりとか、あるいは政策協議、自民党と政策協議を行っていたりとかしますので、もしかしたら自民党、公明党で過半数を割るということになれば、おそらく一番手に連立を組む可能性が高い、そういった政党になりますと。で、そうなって過半数を確保という形になった場合、自民党、公明党がもし大きく議席を減らせば、そのままその党の代表、自民党であるとか公明党の党の代表をそのまま首相として推すということはなかなかできないっていうふうな形になってくるので、その場合議席を少しでも増やせば国民民主党が代表として、例えば玉木代表がですね、首相として推薦されて玉木首相が誕生するという可能性も出てきますというところですね。さあ、ピンときた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。国民民主党といえば、この10万円給付を政策にしている政党ということになります。で、国民民主党の政策は、実は10万円給付に加えて消費税減税というものも政策の柱にしています。実際に去年の11月、参議院に消費税減税法案というものを提出をしていたりとかしますと。さあ、この消費税減税が望まれている理由というところをちょっとまとめてみましたと。
この給付金の動画出させていただくと、この10万円給付というものに加えて、消費税減税もぜひやってくださいという声がたくさんあります。そういったコメントも本当にたくさんいただきますと。で、その消費税減税が望まれる理由っていうのをちょっとまとめてみましたと。当然ですけれども、何か物を買うっていうことについて毎回かかってくるのが消費税ですと。その負担が大きいですよという声だったりとか、この2番はその逆ですね。経済的影響の持続。つまり、それがかからなくなってくるので、その影響、その効果、その還元額っていうのは大きくなりますよ。それが持続しますよというふうなお話ですね。あるいは消費の刺激になるっていうふうなお声もあります。何か物を買うということについて、毎回かかってくるのが消費税。それがなくなれば消費の刺激になって景気も良くなると。そういったお声です。あるいは税負担の公平性。例えば収入が多い人、低い人でも、あるいは同じものを買うということについては同じ額がかかってくるというのが消費税です。それは不公平じゃないかという声ですね。そういったようないろんな声がありますけれども、とにかく消費税減税をぜひやってくださいというお声もこの10万円給付と同じだけあるということになります。さあ、その10万円給付、あるいは消費税減税を政策の柱にしている国民民主党に聞いてみたということで、本部に連絡をしてみました。何を連絡したかというと、国民民主党の玉木代表が首相になるっていう可能性ありますよねと。で、その場合、ちゃんと10万円給付とか消費税減税、実現に向けて動きますかっていうことを聞いてみました。首相になった途端に予算に鑑みて、この10万円給付、消費税減税厳しいよって、まさか言わないですよねということで聞いてみたところ、玉木代表いらっしゃらなかったんで、本部の他の方にお話を伺いました。選挙に向けて、衆議院選挙ですね。衆議院選挙に向けてブラッシュアップ、政策を少し変えていく可能性はあるかもしれないけども、この柱の政策、10万円給付、消費税減税はブレる可能性は低いと思うというようなお話でしたと。なるほどと。国民民主党、じゃあもし玉木代表が首相になる、あるいは与党入れするということがあれば、この実現に向けて動くんですねと。わかりましたと。信じますよ、国民民主党ということで、この国民民主党が与党入りして実現していく可能性もあるんではないかなと思ったんですが、とにかく全ては衆議院選挙にかかっている。とにかく選挙の結果にかかっているということです。で、これは何かというと、やはり自民党というのは全国の小選挙区、全国津々浦々の各地域の選挙できちんと勝ってきている政党だということです。その自民党を破り、自民党から政権を奪って、あるいは自民党が過半数を割って、この第3党が入って、その政策を実現していくというふうなことを実際に行っていくためには、やはり自民党に勝つ、自民党に選挙で負けてもらうということが必要になるんですけれども、その小選挙区制度の闇というものがあって、なかなか勝ちづらいというものがあります。さあ、これについてご説明します。結局、地元推しに入れてしまうということがあります。これは何かっていうと、例えば、ここで言うと千葉県船橋市なんで、千葉14区、新しくできた区だったり、千葉4区というところが、この小選挙区になります。で、そこに野田元総理っていう立憲民主党の、大変人気がある議員がいるんですけども、もし仮にこの地元推しの、野田元総理が自民党だったと。そして自民党の中で裏金をやっていたとなったとしても、野田さんが悪いわけじゃないし、自民党が悪いんだしなと。で、野田さんは大変人気があるから、もし政治資金パーティーとかなれば、たくさんパーティー券も売れるし、たくさんキックバックもあるだろうと。なので、野田さんが個人的に悪いわけじゃないしなというふうに思ってしまって、地元の人たちはまた野田さんを当選させてしまう。つまり自分の推しの地元の、議員を当選させてしまうと。自民党だっても裏金やってても当選させてしまうという可能性があったりとかします。で、これは何も、この船橋でめちゃくちゃ人気の野田さんだからそういうふうなことになるということじゃないと思うんですよね。これ各地域、各地方のその小選挙区の議員って当然その地方の人の、人たちの思い入れがあって、そして当選しているような議員になりますので、今回その自民党がすごい不人気、あるいは慣習で裏金やってたとしても、もしかしたらその人を当選させてしまうということは、この船橋と同じように起こると思います。当然船橋は
その野田さんはですね、立憲民主党ですし、今回の裏金と全く関係ないんですけども、もし自民党で裏金やってたとしても、そういったことが、起きてしまう。また当選させてしまうっていうふうな可能性はあるということですね。で、野田さんともなれば、大変にお人柄も良いので、ご人格者なので、例えば今回裏金やってましたと。もし仮になった場合は、今回の選挙は辞退しますというふうにおっしゃる可能性もあると思いますが、野田さんは今回裏金全く関係ないですし、自民党でもないので、当然立候補はしてこられると思うんですけども、もし仮にそういうふうな形で自民党だったり裏金やってたとしても、そういう形で地元の人たちは投票してしまう。あるいは当選させてしまうという可能性があるということですね。で、それからその流れで与党アドバンテージっていうものもあります。これは何かっていうと、この、例えば千葉のこの14区、あるいは千葉4区っていうのは、もちろんその野田さんの区なので立憲民主党なんですけども、野党なんですけども、もし地元の選挙区が、与党の議員、例えば自民党の議員だった場合、で、自民党が今回の選挙で政権交代されてしまうというところまで、もし想像できないんだとすれば、その議員にもう一度投票してしまうということですね。これは何かっていうと、自分の住んでいる小選挙区の、当選している小選挙区の議員は、ぜひ与党の議員であってほしいというふうに思うことですね。で、これは何かっていうと、やっぱり地元の選挙区の議員が、衆議院議員が与党であると、地元にとっていいことをしてくれるんじゃないかというふうに思うということですね。で、実際に地元にとっていいことをしてくれる可能性もあると思いますし、そういうふうに思いがちっていうのはわかるなということがあります。そういった与党アドバンテージもあります。それから、擁立されていない選挙区があるっていうのもあります。で、これは何かっていうと、例えば、10年ぐらい前で言うと、維新が非常に人気の時がありました。そういった維新が非常に全国的に人気があって、世論調査でも、支持を得ていると。ただ、その維新の議員が関東とかでは立候補してないというふうなことがありました。なので、関西では議席は伸ばしたけれども、全国的にはそんなに議席は伸びなかったということがあります。そういったなかなか野党が全国的に立候補者を擁立しにくいということがあったりとかします。ただ今はどんどん選挙が後ろに遅れていっているので、野党の準備も結構進みつつあるということはあります。それから野党共闘っていうのがなかなかちょっと難しい、そういった政策、選挙の、作戦であるというところもあります。これは何かっていうと、自民党でないということであれば、我々野党、いくつかの野党で協議した政党の、どこかの決めた政党の、どこかわからないけども、その人に投票してくださいと。それが野党共闘になります。で、それはなかなかちょっと論理が破綻してて、ちょっと国民を舐めてるんじゃないかなと思うんですけども、いろんな政策とか、あるいはその人の人柄に、投票するというのがそもそも小選挙区の、投票のはずです。に対して、その野党共闘っていうのは、もう野党で協議して、この人と決めたところにもう目つむって入れてくださいということなんで、なかなかちょっと国民の気持ちとは、合ってないというところがあったりします。ただ今回の4月にあった衆議院の補選というところでも、野党共闘に近いような動きをして、勝ったような選挙区もあったので、それが一概にダメとは、結果につながらないとは言わないんですが、なかなかちょっとそれだけでは大きく議席を増やしにくいと。そもそも政権交代まで狙うんであれば、それぞれの選挙区に、野党が、議員を立ててですね、きちんとその選挙区で、勝ってくるということが必要なんじゃないかなというふうにも思います。じゃあどうすればいいかということで、比例では絶対にどこかに入れるということがあります。これは何かっていうと、やっぱり小選挙区はそういった自民党の議員が、勝ってきているので、それを覆して新たな、新人が当選していくっていうのは難しかったりするので、であれば、この比例で絶対どこかには入れて少しでも伸ばすっていうことがあったりします。これ何かっていうと、例えば、ここの地元の選挙区で言うと、船橋なんで、例えば野田さんっていう議員がいて、投票しますと。ただ、立憲民主党じゃないなと仮に思った場合ですね。その場合でも絶対にどっかには入れるっていうふうなことです。白票にはしないってことですね。で、どこかに投票することで、少しでも自民党以外の議席が増える可能性が出てくるといったような形になりますと。さあ、衆議院選挙の結果の予想と
いうことで、こちらの自民党の議席、今260あります。定数465のうち、自民党260、あるいは公明党32ということで、なんと300近い議席が与党の議席といったような形になっています。で、この260のうち、なんと小選挙区は190もあって、ちゃんと全国津々浦々の小選挙区、各地域の選挙で勝ってきているというのが今の自民党です。そして比例区は70という形です。自民党のこの190の議席のうち、裏金議員の議席50と、それ以外の議席140ということに分けました。そして、このうち小選挙区のこの裏金の議席50というところで半分、そしてそれ以外の140の議席で2割というところが、自民党のなんとかこの小選挙区で負けてもらうというふうな計算をしてみました。そして比例区は自民党の支持率、例えば 23% と。この計算をした時の支持率でいうと 23% になるので、それはそのまま入れると40議席という形になります。そして合計で177議席ということで、なんと4月の11日にあった文春、週刊文春の報道予想と全く一致したといったような形です。ここまで大敗をすると。そして公明党に関しては今回の裏金全く関係ないんで、あるいは全国の組織票に支えられています。比例区が比較的多いということもあるので、意外とそのまま勝ってくるんじゃないかなと。この小選挙区についても、その地域でガチガチで強かったりするので、意外と公明党はそのまま議席確保してくるっていう可能性もあるんじゃないかなと。あくまで自民党にノーというふうに言われていたりということもありますので、公明党はそのまま議席確保という形で、合計で209議席ということで、晴れて、この定数465の過半数233を大きく割り込むというふうな形になってきました。自民党、公明党で大敗して過半数を割り込むといったような形ですね。さあ、国民民主党、この209に合わさってですね、与党入りしていくということも予想されるんですが、その国民民主党の本気度ということについて確認してみました。前回21名が立候補して当選11名でしたと。なんと半分以上が当選していると。かなり高い確率で当選をしていますというところですね。で、今回は何名立候補しますかということで確認をしてみました。現職7名で、あるいはそれ以外の議員ということについては、国民民主党のホームページに25名ぐらいですね、載っていましたと。じゃあ30数名ですかということで、国民民主党の本部に聞いてみたところ、今のところそうなんですけども、それ以外にもたくさん立候補させたいというふうに思ってます。最終的には40名を大きく超えるような人数を立候補させたいというふうに思ってますというふうなお声でした。なるほどと。国民民主党本気ですねということで、現職7名もいますし、あるいはこの高い当選の確率もあります。さらには国民民主党、さらに最近支持率が上がっているというのがあるので、もしかしたら30名を超える国民民主党の議席を確保といったような可能性もあるんじゃないかなというふうに思っています。岸田首相、大雨処分でさらに国民の批判を買っているということで、この岸田首相自身の政治資金パーティーに新たな疑惑が浮かびました。令和4年の6月に開催した岸田首相のご自身の政治資金パーティーに新たな疑惑がぶち上がり、この有名な大学の教授だったりとか、あるいは地元の市民団体、広島の市民団体ですね、に告発をされているといったような状況です。この広島地検というのはその告発について受理しているかどうかということを明らかにしていません。ただ、岸田首相自身にも政治資金パーティーの疑惑っていうのがぶち上がり、そして裏金議員85人に対してはなんと39人だけしか処分しないという大雨処分ということで国民の批判を買っていると。さらには総理自身は処分の対象外、全く処分されずということでふざけるなという声が上がっています。最新の世論調査では岸田首相も処分を受けるべきだという声が 61% になっているということですね。で、この世論調査があった翌日か、翌々日ぐらいの朝のテレビ番組、ニュース番組で、リモコンを使って、アンケートをするようなコーナーがあったんですけども、そこで岸田首相も処分を受けるべきと
いうこの臨時のアンケートでは、なんと 90% を超える人が、処分を受けるべきだというふうな方に投票していたので、あるいはこの調査がどのようにやったか分かりませんが、実際の国民の感情としてはもう9割を超える方が岸田首相も処分を受けるべきだと。当然首相を降りるべきだというふうに思っている可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、これが A プランですね。つまり、自民党がこの大敗をして、ただ、過半数を何名か割れるぐらいなので、国民民主党が3党目で連立政権に入って、この10万円給付というものを政策として実現していくというふうな形です。これが A プランです。で、少し前までは、このプランが一番可能性あるんじゃないかと言われていたんですが、もう最近では、もうそんなもんじゃないよと。自民党めちゃくちゃ大敗して、議席なんて、政権も当然失うし、議席もめちゃくちゃ減らすよというふうなことが予想されています。それは何かというと B プランですね。4月11日の文春報道後、自民党が野党になるっていう前提で考えられるようになってます。6月解散で自民党が大敗して政権交代になってしまった。そういうような雰囲気になっていると。そして野党の大連立で給付金の実現をしていくというふうなプランですね。これが B プランですね。この4月11日の文春の報道で何が起きたかと。先ほども言ったように自民党が野党になる前提で考えられるようになったということですね。で、もう野党同士でも結構牽制が始まっていて、で、野党から自民党に対するこの質疑の中でも、もうあんまり詰めすぎないっていうことまで起きてます。それ何かっていうと、野党がもしそのうち政権を握るとすれば、言ったことが結構ブーメランになって自分に返ってくることもあるので、あんまり自民党を詰めすぎないということがもう始まってしまったりとかしていますと。で、なんでこんな急に変わるんだと。1回の選挙で、今自民党と公明党で300議席近く持ってるんですよと。290何議席持ってるんですよと。なんでその1回の選挙で急に変わるっていうふうに予想されてるんですかと。実はインターネット、そしてこの YouTube の普及がこれには大きく影響しています。インターネットであったりとか、あるいはブロードバンド、つまり速い回線でインターネットを利用できるようになったというところが非常に大きいですと。で、高齢者にもスマホが行き渡ったと。意外と高齢の方ってスマホを手にしたのって意外とこの3年とか5年ぐらい前なんじゃないかなと思います。子供に言われてやっと変えたっていうのが意外と最近で、その高齢者も YouTube をガンガン見出したっていうのがここ 2,3 年じゃないかなと思います。私も実家に行ったら、自分の父親、母親がですね、YouTube をふと見てるというようなことに、気づいたのがここ 2,3 年というふうなところですね。で、これが一番大きいんですけど、政治家が YouTube を使ってガンガン発信するようになったというところがあります。これが 1,2 年前、もっと言うとここ1年ですよね。で、ずっと前からこの YouTube ガンガン活用している、例えば NHK 党の立花党首とかはですね、この YouTube を使ってめちゃくちゃ知名度を上げたというところがあります。で、ガーシー議員というような議員まで当選させてしまうというパワーがあるのが、この政治家が YouTube で発信をするということなんですね。で、これによってスピードアップが図られたと。この政権交代だったりとか、あるいは政治家が自分の意見を国民に伝えるっていうところについてはめちゃくちゃスピードアップしたと。なんなら瞬間的に伝わるっていうことで、このインターネット、あるいはスマホ、あるいは YouTube というところが、この1回の選挙での一気の政権交代も可能にしたということになりますと。さあ、週刊文春が近い未来の現実を見せたということで、この4月11日の文春の報道っていうのが本当に衝撃的で、今まで自民党がここまで負けるっていうことを予想したメディアはあんまりなかったんですけれども、そこで一気に現実を見せたということですね。自民党大敗するぞということですね。そこまでは衆議院の予想、議席の予想っていうのはほとんどありませんでした。もちろん選挙が近づいたということもあるので、最近はたくさん報道されるようになってきましたが、この週刊文春の4月11日の報道っていうのが、とにかく最初のスタート、衝撃的な記事になってましたと
いうところですね。そして全選挙区を緻密に予想したというのがこの記事の衝撃的なところでした。全部の選挙区を予想して、さらには緻密に予想しましたと。どれだけ緻密かと。根拠についてお話しします。2021年の衆議院選、あるいは2022年の参議院選の得票数、加えて今の政党支持率の変化から導き出したトレンドと。そして、これ勝敗分かんないぞっていう103の激戦区については、その中の有力候補の講演会とか現地取材も一個一個言ってると。これ以上は多分緻密に出すの多分無理なんですよね。その予想の結果、めちゃくちゃ緻密に予想して、全部の選挙区予想して、大雑把に今支持率これぐらいなんでこれぐらいの議席ですよじゃなくてですね、全部の選挙区緻密に予想して、そして自民党大敗を出してきたと。それが衝撃的なんですね。この4月11日の文春報道。で、どれぐらい大敗するかと。自民党公明党で過半数割れして、野党の大連立政権も可能になるっていうぐらい負けるということを予想してますということですね。今まで政権交代はないと思われたんですけれども、いや、これはあるぞっていう前提で、政治が動き出すというふうな形ですね。実は、この4月11日の後に、4月22日に、週刊現代も追撃法を出してます。そこでも同じレベルの大敗を予想していると。週刊現代も結構緻密に予想してですね、同じレベルの大敗を予想しているということで、もうこれ、選挙あったら自民党大敗するわと。いうことが、ある前提というか、それが、確率高そうというふうな前提で今政治が動き始めているということですね。で、そうなると、野党の大連立になると、全国民10万円とかそういった給付金って調整難しいから実現しにくいんじゃないのというふうにも思いがちなんですけれども、いやいや、実は野党の政策っていうのは結構国民に還元するというふうな政策が多いですと。国民民主党が10万円給付というのはもちろんそうなんですけど、れいわ新選組も春夏秋冬、1年で4回10万円給付するっていうことを政策の柱にしてます。それから維新に至ってはベーシックインカムってことで、一月6万円とか10万円とかを、全国民に給付するっていうことを、これ言ってるだけじゃなくて政策の柱にしてます。もうこれが目玉の政策です。そして立憲民主党は、1世帯当たり3万円給付ということで、給付金のことについても言っているので、つまり、野党はこのいずれの政党にしても、やっぱり国民に還元する、給付金だったりとか、あるいは減税といったようなところを政策にしているので、むしろ自民党、公明党に一緒になって、この10万円給付を実現していくというふうなことよりも、実は野党の大連立の方が、この国民に還元するような政策、10万円給付だったり消費税減税っていうものは、実現していきやすいと。あるいはそれ以上のベーシックインカムということで、一月6万円とか10万円とか、そういった国民に、基本的に給付がされるということが実現する可能性もあるということですね。さあ、そうなると、じゃあもう自民党大敗しちゃうから、6月の解散しないっていうこともありえんじゃないということも考えられるんですけども、そうすると、さらに自民党が苦しくなっていくっていうふうな可能性がありますと。自民党はじゃあ例えばもう岸田首相を諦めてねと。9月の、自民党の総裁選でもう別の人にするからということで、岸田首相の首根っこを捕まえて解散をさせないということをした場合、9月で岸田首相からまた新たな自民党の議員がですね、首相になるという形になるんですけども、今まで自民党の総裁が変わると、ご祝儀でですね、国民のその内閣の支持率が少し上がるというふうなことがあるんですけども、今回ばかりはさすがに自民党ふざけるなということで、国民も思っているというところもありますし、国民の生活実感も苦しいというものがあります。あるいはいろんな情報についてもすぐもう伝わると。いろいろなメディアであるとか、その恣意的なものによって伝わる伝わらないということに左右されず、この自民党がそういった形で何かやったことについてはもう国民に一瞬で伝わる、いろいろな情報が一瞬で伝わるというようになっているので、今回ばかりは自民党が総裁をすげ替えたところで、同じように支持率が上がると、今までのように総裁を変えたら支持率が上がるっていうことにならない可能性もあると。で、そうなると支持率上がらないんで解散できないですよねと。で、解散できないとなると、
どんどん解散の時期が後ろに行って、で、そうなると、ただ時期が後ろにずれる。自民党が与党でいられるというふうにも思うんですけども、そうなると、どんどん野党の準備が進むと。何かっていうと、選挙の時期が本当に近くなってくるので、立候補者を選びやすい、立候補者擁立しやすいと。その準備がどんどん進むということです。で、いざ選挙になれば、野党の準備が進んで、ちゃんとその全国の小選挙区で立候補されているので、そして野党が議席を確保しやすいということも進んでいきます。そうなると、ますます自民党負けるぞっていうふうな報道がされるようになると。そうなると何が起きるか。自民党離党ドミノまで起きるんじゃないかなと思ってます。このまま自民党にいたんではめちゃくちゃ逆風だと。なので自民党を離れていく議員が増えるということですね。ますます政権交代の可能性が高まると。6月に解散をしないとますます政権交代されてしまう可能性が高まってくると。まさに週刊文春の報道が自民党をぶっ壊すということで、この4月11日の報道以来、自民党が政権交代されてしまうということが予想をされていますと。で、これが B プランですね。つまり自民党がもう考えられないぐらい大敗して、野党の大連立政権になると。今、野党である例えば立憲民主党とか国民民主党、維新、れいわ新選組といったようなところが大連立を組んで、政権を運営していくというふうな可能性があると思っています。で、そこで10万円給付といったような政策を実現していくということですね。これもかなり可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。さあ、じゃあそうなると、もう岸田首相としては残された方法としては、選挙をなんとかして首相で居続けようと思ったものの、選挙をしたら大敗してしまうという予想が出ていると。解散できないという状況なので、どうすればいいかというところで言うと、今回のこの解散を民意に沿った裏金解散にするということしか残されていない。岸田首相は今これを狙ってるんじゃないかということが一番言われています。岸田首相 vs 自民党にするっていうことですね。民意を味方につけた岸田首相と自民党で vs になって裏金解散狙いをするということですね。裏金解散って当然自分で言えないと思うんで、政治資金、改革解散とかいろいろ言うと思うんですけれども、今普通に衆議院解散総選挙を行ったんでは、当然自民党が大敗して政権交代しちゃうと。じゃあ解散しないで自民党総裁選なんとか頑張ってみようと思っても、普通に落選して首相交代ですよねと。当然岸田首相が首相でいたんでは、その後の衆議院選挙を負けそうなんで、なんなら票が減りそうなんで、すげえ帰るということですね。そこで今お話ししている裏金解散、こういったものを行っていくっていうのが一番岸田首相としてはいいんじゃないかと。なんなら最近これを狙っている節があるっていうところもありますと。民意を味方につけて VS 自民党で解散をする。さあ、ピンときた方もいらっしゃるんではないでしょうか。小泉首相のやった、そうです。郵政解散のことです。郵政解散とは、郵政民営化をかけて衆議院を解散した、その解散のことですね。この郵政民営化について造反した議員、つまり郵政民営化に反対ということで票を入れた議員がいたんですね。それを自民党の非公認として、その議席、その小選挙区に資格まで送ったと。結果、小泉首相の自民党が圧勝して郵政法案が可決されたと。これ自民党をぶっ壊すと。造反議員に資格を送ると言いながら、結局自民党をぶっ壊すと言いながら結局みんな自民党に投票していったんですね。なんで、ちょっと小泉首相にうまくやられたなというところはあるんですけれども、いずれにしても、とにかく自民党の中のそういった改革に反対している議員を全部この選挙で葬り去ったと。とにかく民意をつけるっていうことの強さを示したということですね。なんと1期目、新人の議員、小泉チルドレンと呼ばれましたけれども、そういった議員が83人も当選してきていると。つまり300人ぐらいいた議員がそのまま当選してきてるんですけど、そのうち3分の1ぐらいは1期生が誕生したと
いうとんでもない選挙だったということですね。郵政民営化に賛成か反対か民意を問うということで、自民党をぶっ壊した、そういった選挙になりました。自民党 VS 自民党&野党と書いてますけども、これ実際は小泉首相&民意国民ですね。VS 自民党&野党といったような形で、選挙に挑んだという形ですね。さあ、今回の岸田首相、もしこのような郵政解散、なんとか民意を味方につけて解散をするということしか残されていない状況なわけです。なんとか支持率を上げて解散をするということになれば、この裏金解散、政治資金改革解散ということでやっていくというのが一番可能性あるんじゃないかと。岸田首相が首相で居続けるためには、その可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。さあ、そうなると260人のうち、同じぐらい確保するというのはさすがにちょっと難しいでしょうけれども、なんとか過半数を、自民党、公明党で確保できるぐらいまでは、このやり方で狙ってるんじゃないかなということもあったりとかします。実際最近も、この政治資金パーティーによる、いわゆる裏金といったようなところに対する改革だけじゃなくてですね、この政策活動費の公開も検討しなさいということで岸田首相は指示出しています。で、これについては、実は自民党だけじゃなくて、野党の議員としてもちょっと納得いかなかったりしてます。なんでかっていうと、政治家は自民党であろうと野党であろうと、どんな議員でもですね、裏金絶対ちょっとは作れるような形にしておきたいなっていうふうに思ってるはずなんですね。詳細を記載しなくていいような、裏金としてできるものがたくさんあると。裏金だけじゃなくてもそういった領収書つけなくていいような、使い道のできるお金っていうのがたくさん作れるようになってますと。それをまるっと改革しますよっていう政治資金改革の法案出せばですね、当然、岸田やるなということで国民味方につきますと。ただ自民党、あるいは野党の中にも反対するような議員も出てきますと。はい。小泉首相のやった郵政解散と同じ形になってきますと。いうことで、なんとか国民を味方につけてですね、この岸田チルドレンというものをたくさん擁立すれば、同じように自民党の中で、この岸田派というものを作れるような、議員を誕生させて、そして岸田首相が首相としてそのまま居続けるっていうことも可能になる解散というのが、唯一実現可能なんじゃないかなというふうに思ってます。で、これが C プランなんですけど、これ C プランよっぽど岸田首相がうまく国民を味方につけると、本当に国民が納得するような政治資金改革の、その内容のですね、法案を出して、そして解散をするというところが必要になってくるので、なかなかそこまで行くのはもしかしたら難しいんじゃないかなというふうに思ってます。あるいはそこまで行き切らない場合、岸田首相がもし国民の納得しないような、その政治資金改革法案しか出せない場合は、当然こういった形になりませんので、単純に自民党が大敗するといったような形になりますと。もし岸田首相が国民の納得するような政治資金改革法案っていうのを出して、本当に民意を味方につけて解散をして、そして勝った場合、岸田首相が首相でいられると、本当に国民にとって納得するような改革をして、当選して、議席をたくさん確保してきましたとなった場合、その場合だけ特別定額給付金10万円の2回目のような給付金はもしかしたら実現しない可能性もあるなというふうに思ってます。その場合はこういった政治資金の改革っていうのが実現するっていう形になるので、それはそれでもしかしたらいいんじゃないかなというふうには思ってますと。さあ、これが C プランなんですけども、最近 D プランも、可能性あるんじゃないかなというふうに思ってます。それは何かっていうと、先日、広島の安芸高田市の石丸市長が次の市長選には出ませんというふうに発言をしました。いやいや、それがなんで国政に影響するのという話ですと。この石丸市長、次の都知事選に対しても、東京都知事選に対しても前向きに検討するというふうに言っています。ただ、私の見立てでは、おそらく都知事選、立候補しないんじゃないかなというふうに思ってます。で、なぜ都知事選立候補前向きに検討とまで言ってるかと質問されてそのように答えてるかというと、
都知事選に出馬しますというふうに言っていれば、ある程度注目をされると。そして、都知事選に出ませんと。して、その後、何を狙っているかというと、この石丸市長の、安芸高田市というのは、衆議院の選挙区でいうと、広島の3区というところになります。安芸高田市は広島の3区です。そのお隣には、さあピンときた方もいると思います。岸田首相の広島1区、広島市の、広島1区というところが隣にあります。この石丸市長というのは、もともと衆議院議員として立候補しているわけじゃないので、この広島1区で立候補して、なんとこの VS 岸田首相ということで、衆議院選の小選挙区で直接対決というところを狙っているんじゃないかというふうに思います。今後の政治活動については、市長選は立候補しませんが、それ以外のすべての選挙が対象だというふうに答えています。その都知事選に立候補前向きに検討するっていうのが、ブラフでですね、フェイントで、実はこの女帝小池百合子と正義の味方石丸市長が直接対決すると見せておいて、実はそこは立候補はせず、この岸田首相と直接対決という可能性を狙っているんじゃないかなというふうに思っています。その D プラン、もし岸田首相に小選挙区広島1区で勝つということになれば、現役の総理大臣に勝ったと、現職の総理大臣に勝ったということなので、当然自民党も大敗しているはずです。岸田首相が負けるので、そんな場合は自民党もおそらく大敗をしていて、先ほども話したように野党の大連立の政権になっていると思うので、そこで現役の首相を破った議員ということで、石丸市長がこの総裁として押されて、その連立をまとめ上げて、首相になっていくという可能性もあるんじゃないかなと思ってます。この石丸市長っていうのは、広島のその安芸高田市で、継続可能な、そういった都市を作るっていうことに、尽力されましたと。国民の方を向いて、政治をやるべきで、そういう人を、そういう政策を進めていくべきだというふうな人ですと。で、もしこの石丸市長が総理大臣になって、野党大連立をまとめた場合っていうことについての、その特別定額金、給付金10万円の2回目が実現するかどうかというところについては、さすがにちょっと予想できませんというところがあります。この D プランの場合はどうなっていくか、ちょっとより複雑になっていくということが言えます。ただ、その可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、給付金に関する動画っていうのは出させていただくと、本当にたくさんの方にご覧になっていただいてます。視聴数もめちゃくちゃ多くて、で、さらにコメントも本当にたくさんいただいてるんですけども、で、たくさん視聴していただいてるってことは、政治家の方もご覧になっていただいているパターンっていうのはめちゃくちゃ多いと思うんですよね。で、ぜひ我々の声を届けて、こういった政策を実現していきたいなというふうにも思ってます。あるいは、こういった10万円給付ということだったりとか、あるいは消費税減税というところに対して賛成、反対という、一言だけでも構いませんし、あるいは政治に対する意見というものもぜひ入れていただきたいと思います。そういった政治家の方もたくさんご覧になっていただいていると思うので、そういった方に我々国民の声を届けたいというふうに思ってますし、政策の実現もしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ一言でも構いませんので、コメント入れていただければと思います。それから、この動画は、給付金に関する新しい情報が出たらすぐにアップさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいと。あるいは給付金の申請が始まったら、すぐに申請してできるだけ早くもらいたい。あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい給付金に関する情報が出たらすぐにご覧になっていただけるようになります。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。